イージーオペレーション。ストームアリーナよりストリートファイター03ナッシュの紹介。さあ、どんどんリリースされ続けているこのシリーズ。一体どこまで出してくれるんでしょうか。では、開けていきましょう。よいしょ。さあ、出てこい、出てこい。チャーリーナッシュと。ほほほ。よいしょ。あ、なんか思ったより出来いいぞ。わ、すごいかっこいい。お、よし。ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、取り出しまして。チャーリーナッシュ。名前だけならストリートファイター2の頃より登場していたんですが、ストリートファイター0シリーズよりついに表舞台に現れる。アメリカ空軍中尉、同じく空軍のガイルとは親友同士。軍内部の不正腐敗の真相を確かめるため単独調査。その結果、ベガの暗躍に気づきベガに挑むが、仲間の裏切りもあって返り討ちに遭ってしまう。ストリートファイター03では、ガイルを助けるためベガとその基地もろとも爆発の中に消える。しかし、爆発死産したと思われていたんですが、ストリートファイター5にて復活。しかしその姿は、継ぎはぎだらけの生ける屍のサイボーグとなってしまっていた。参戦するたび悲劇の結末を迎えるシリーズ屈指のバッドエンダー。だがそこがいい。それこそがチャーリー・ナッシュ。頭部を見てみましょう。シャドウなどは吹かれておらず、肌色の成型色のみで一見のっぺりしているかなと思うんですけど、安っぽさは感じませんね。むしろカートゥーンテイスティーな0シリーズのグラフィックを再現しているとも言える。目つきが鋭く、通常顔ではあるんですけど、睨みつけているようでめっちゃかっこいいですね。瞳のハイライトの塗装も綺麗です。そしてこの特徴的な前髪、軟質素材ではあるんですけど、根元は結構硬めなのでそこそこ気をつけて遊んだ方がいいかもしれませんね。次にこちらは食いしばり顔。眉間にシワが造形され、通常顔よりさらに目つきが鋭くなってこれまたかっこいい。個人的にはね、叫び顔とかではなく食いしばり顔の方が好みなのでこれは嬉しいですね。で、髪型は通常顔と同じ造形なんですけど、この辺ね、食いしばり顔なら、もうちょっと躍動感が出る感じに、なびいた造形なら良かったと思わなくはない。上半身はオレンジのショートダウンベストジャケットを着用。これがかなりよくできていて、胴体部分や縦襟型カラー部分に羽毛が詰まった感じの造形とか、スナップボタンは表と裏で造形と塗装が違ったりとか、全体的に一見簡素なんですけど、簡素ゆえに細部の出来の良さが際立ちますね。で、内部の肉体の素材はストームアリーナお得意の軟質パーツでできている。ドッグタグは別パーツ。左腕には腕時計を着用。なんかスマートウォッチっぽいですね。下半身はシンプルなミリタリーパンツ。でね、俺このフィギュア触る今まで気づかなかったんですけど、これアンクルパンツとずっと思っていたんですけど、よく見ると、裾ロールアップしているんですね。初めて気づきました。で、ブーツの方はミリタリーパンツと同色の緑で、紐は黒。ブーツに巻きつける感じで結んでいる。この結び方なんか名前ありましたよね。うん。で、ブーツの底もしっかりと造形。可動範囲いきましょう。頭部、上はこう、うつむきこうでぐりぐり傾き取れますね。肩にバタフライ機構があって、ここまで引き出せる。腕、横へはこうでぐるりと一周回って腕の付け根で動きますね。二の腕バイセップスがあって、肘が二重のここまで。手首はこのような可動ですね。胴体接続箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて後ろへはこう。前はこうで胸でぐりぐり動いて腰でもぐりぐり傾きも取れる。
下半身、股関節に引き出し機構があって、これぐらい引き出せて、引き出した状態だと足、前はこうで、後ろへはここまでいけて、股割りがここまでできて、ももにロール、膝が二重でここまでいけて、すねでロールありますね。で、足首、後ろへはこう、前はこうで、つま先可動があって、傾きも取れる。付属品いきましょう。まずは、ナッシュを印象付ける代表的アイテム、メガネですね。顔に引っ掛けているだけなんですが、そこそこ保持力あります。多少のアクションならポロリの心配なし。サマーソルトシェルのエフェクトパーツ。クリアに緑のグラデーションがかけられている。取り付け方は、この部分が外れますので、外した後足首を挟み込むように取り付けてあげる。サマーソウル取り付けるとこんな感じにサマーソルトシェルを再現できる。エフェクトパーツが大きくて迫力ありますね。足の角度を変えれば別バージョンのサマーソルトシェルもできますね。ジェノサイドカッター、こちらは肩パーツですね。どういう時に使うかというと、まずフィギュア本体から腕を引っこ抜いた後、ここですね。この部分を先ほどのものに交換して、ダウンベストを脱がした後、腕を付け直してあげると、上半身裸状態にできるというもの。自分としては正直これをやるメリットは感じられず、でも遊びの幅が広がるのは間違いなさそうですけどね。そしてハンドパーツが3種類、左右分ありますね。ではサイズ比較、久々ですね。フィギュア2、仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。では今回のナッシュと同シリーズのストームアリーナの竜と並べてみよう。同シリーズだけあっていい感じのサイズ感ではないでしょうか。ではバンダイ SH フィギュアーツの竜と並べてみよう。さっきのストームアリーナと比べてフィギュアーツの竜ほんの少しだけ小さいんですよね。なので個人的にはナッシュと並べたときフィギュアーツのサイズの方がしっくりきますね。ではジャダトイズのシャドルー四天王と並べてみよう。いや、いいですね、このサイズ感。でもあれか。ゼロシリーズの時ってシャドルまだなかったんでしたっけ？どうでしたっけ？で、これたびたび言ってるんですけど、ベガをバルクアップしたアップデート版待ってます。アメイジング山口のルークと並べてみよう。今後ゲーム本編でこの2人の絡みは見れるんでしょうかね。このルークね、ガイルからちょっとぐらいナッシュのこと聞いてるかもしれませんね。ではお待たせ。ジャダトイズの同僚であり親友であるガイルと並べてみよう。いや、やっぱ様になりますね、この2人の並びは。そりゃ他社同士の商品なんでマテリアルによる質感の違いは当然として、でもこれまた全然違和感ありませんね。いや、しかしね、この商品俺5000円ちょいで買えたんですけど、このご時世このクオリティでその値段ってすごないって思うんですよね。このジャダトイズというメーカーもそうなんですけど、値段と品質がいい意味で釣り合ってない感じがして、なんか逆に心配になるんですよね。昔ね、カンブリア宮殿って番組で、とある企業の偉いさんがね、高いものにはロマンがある、安いものには訳があるってなことをおっしゃっていて、この商品見ているとその言葉を思い出しましてね、この安さには何かしら裏があるかなと邪推してしまいますよ。まあね、どえらい賢いの人たちと企業努力の賜物であるのは間違いないんですけどね。俺の足らん頭の考慮でははるかに及ばんところでのやりとりの結果なんでしょうね。いや、すげえわ。
はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。